グランツールでいうエース級が使うモデルですね。もうすごいがっかりしたんですけど、この SL6 になった時にアヒルクライムにはすごい良さそう。ヒゲも伸ばしてすね毛も伸ばしてディスク云々じゃなくてスルーアクセルになったことによる合成構造、エース級もディスクには乗らないんで空力的には不利だなと思うんですけど、チェーンリングに関してはやっぱシマノがやっぱダントツです。みんなシマノを使う理由はそこだと思います。多分 6.8 は切っちゃってますね。まあいかにも走りそうなフィールドなんですけど、乗りたいんですけども買いたくはないですおすすめではあります。スペシャライズドの S ワークスターマックメン、ウィーメンもあるってやつですねのディスク、定価は多分120万ぐらいになってます。ターマックウルトラライトなんですね。塗装も薄くて軽いっていうちょっと特別仕様のやつです。ターマックなので何にでも使える。もちろん平坦のスピードも出ますし、軽いのでヒルクライム、山岳にも強いグランツールでいうエース級が使うモデルですね。オールラウンダー、ちょっと軽量で乗ってみたくはあります。まあ SL5 から SL6 に変わって何が一番変わったかというと、このリア三角がちっちゃくなった最近の流行りですね。 BMC がまあ最初にやり始めた形なんですけども、それがまあ各社真似するって言ったら変ですけど、なんかみんな最近各社このリア三角がちっちゃい、こうなってたのがこうなってる、流行りというかみんなこうなりつつありますね。個人的にはこの形嫌いなんです。もうすごいがっかりしたんですけど、この SL6 になった時に。その前のモデルは結構ここからこう来てたんですけど、シートステーも細くてちょっとそこで振動を吸収する感じがあったんですけども、またリア三角がちっちゃくなったらちょっとまた太くなってっていう、いろいろ試行錯誤の後は見えますけど、形的にはあんまり好きではないです。前に進むのを追い求めていったらみんな各社この形になってくるんですかね。コンピューターでシミュレーションとか解析するとみんなこうなっちゃうのかなっていう気がします。でまあスペシャライズドのすごいところ、これディスクモデルなんですけども、リムブレーキ仕様、ここのキャリパーも出てるんですけども、ディスクはディスク専用の、大体他社でいうとリムブレーキモデルにディスクくっつけるようにしましたっていう、ここしか違わないとかそういうモデルが多いんですけども、スペシャライズドの場合はもう専用設計ですね。ディスクはディスクとして若干ジオメトリーが違うとか、そういうところをやってるのもおすすめではあります。フォークの合成とかはやっぱりこのスルーアクセルにすることによって相当それの恩恵が結構大きいモデルですね。で今ディスクロードが今流行ってますけど、速いって言われてるんですけど、それはどこから来てるかというと、多分もうディスク云々じゃなくてスルーアクセルになったことによる合成構造が一番大きいのかなとは思うんですよ。で多分リムブレーキでスルーアクセルすれば、まあ、似たような乗り味は出せるのかなとは今でも思ってますけど、ディスクブレーキの恩恵っていうのは実はあまりない。スピードにおいては多分あんまりないとは思います。でディスクの分張り出してるんで空力的にもあれですし、でスポークが横に張り出しちゃうんで、その点も結構空力的には不利だなとは思うんですけど、まあその辺はいろいろ賛否いろいろありまして、リムブレーキでスルーアクセルが出てくれないかなっていつも思ってるんですけど、実はマウンテン乗りなので実はディスクブレーキ大好きな、なんか見た目の問題ですよね。でグランツールのエース級もディスクには乗らないんで、みんなリムブレーキなんで、まあそういう理由があるんですよね。ホイール交換が面倒とか、そういうトラブった時の対処がまだちょっとリムブレーキの方が対処しやすいのかな。エース級がみんなディスクに乗るようになったらちょっと考えます。R9100 系の TI2 で、しかも油圧ですね。まあ最新型です。クランクはあれなんですけどね、S ワークスクランクですね。これはこれですごい素晴らしいクランクです。軽くて剛性があって、チェーンリングにちょっと段ありで、やっぱチェーンリングに関してはやっぱシマノがやっぱダントツです。
シマノクランクがどうこういうよりやっぱチェーンリングの違いがこのフロントの変速の違いを生み出すと思ってるので、みんなシマノを使う理由はそこだと思います。でもう DI2 に多分1回慣れちゃったらもうその式には戻れないってよく言われてますけど、本当もそうだと思います。自分でももうこれにしたらもうゴールだろうなっていう、そういう感覚はありますね。レース J 見ててもね。そうですね。もう疲れた時のちょっとボタンスイッチちょっと押すだけでピッと変わるっていう。特にフロントなんかはよっこいしょってやんなくていい。後半の疲れた部分で違いが出るね。多分 6.8 は切っちゃってますね。でこれが多分 UCI 認可のレースとかだと重り乗っける系のそういう軽さになっちゃって走るクライムがすごいと思うんですよ。でホイールが CLX32 ですね。50じゃなくて30。まあ上りに特化したヒルクライム用の、まあいかにも走りそうな上りそうなホイール25C ですね。今ロマールのこのシリーズ CLX50 と32っていうのは評判がすごい高くて相当いいホイールなんじゃないかな。なんとかないとあれなんですけど、まあスペシャルライドなんでもう S ワックスのパーツつけときは間違いないですね。なぜかウルトラスポーツ、ターマックの一応現在進行形という。まあ今年ニューモデルが出るかなとは思ってたんですけど、まだ発表がないので今年はなしかなっていう。その前に新型ルーベンが出ちゃったんで、ターマックは来年なのかなとは思ってるんです。まあ、その時にこのデザインならまたどうなっていくかですね。この路線で行くのか、軽量パーツをふんだんに組み込んで、キロ台を目指したいですね。クランクもやっぱパワーメーターにしたいですね。このウルトラライト特有のこのロゴ、かっこいいですよね。乗りたいんですけども、買いたくはない。まあなぜかというと、コンタドールがこれに乗ってないからというのはまあ引退しちゃったんですけども、コンタドールは16年までスペシャルの供給を受けてて、17にトレックに行っちゃいました。でまあその時に僕もなんだトレックに乗り換えなきゃいけないのかなとずっと思ったんですけど、トレックのエモンダに乗ってたんですけども、あれもクライマー用のバイクですけど、でトレックのいいところはプロジェクト1で、僕の乗ってるコンタドルレプリカっていうのはもう日本国内で40台しか作ってなくて、で後から手に入れたいと思っても手に入れられないんですけども、トレックはプロジェクト1なのでいつでも注文できるんですよ。コンタドールモデルが欲しいと思ったらそれを注文すればいいので、そこがまあトレックのいいところなんですけど、で18年かに引退して、まあもういいかな、そういう理由でコンタドールが乗ってないので、このモデルにはだから買わないです。良さそうなんですけど、もうそこに行き着いちゃうわけです。そうなんです。でまあ幸いなことにペテル・サガンがまだスペシャル乗りなので、サガンも好きなので、まあもしやるとしたらサガンモデルをレプリカするのかなと思いますね。もうスペシャル以外僕は考えられないので、ひげも伸ばしてすね毛も伸ばしてサガンのサイズはあるんですか？56なんですよ。50でもう慣れちゃったんで、身長的には56もいけるんです。サガン183ぐらいあって、僕より3センチぐらい高い。そこのもしサガンモデルを買うならそのサイズまでレプリカしないとダメだろうなとは思ってますけど、で一応サガンが今何の部品使ってるかとかそういうのも一応リサーチはしてるので、いざやるとなるともうそここれとこれ買えばいいんだなっていう、そういうのはありますね。eBay をいろいろ出物を